飯旅 Season 5今回の飯旅は札幌市北区とんでん界隈。それでは早速 Let's get it started 1. Maya Cafe. そば粉のガレットがいただけるということでやってまいりました。そばが大好きなグリーンです。とんでもおしゃれになりましたね。ねえ、お店の前のバラが満開で超綺麗なんですけど。うわ、すごかったね。バラなんだ。上司的にテンション上がりますわね、こりゃ。駐車場も広くって寄りやすい。ね、はい。早速、ピザ風ガレットを注文。札幌もガレット出してる店増えてきたね。ね、嬉しい。はい。こちらのピザ風ガレット。モッツァレラ、エメンタール、チェダーとたっぷり3種のチーズがとろけちゃってます。これたまらん。トマトが甘くって美味しいの。焼き具合うまそう。はい、美味しいっす。特に端っこがカリッと香ばしくていい感じ。カリッと端っこ大事。大事。他にもカレーやパスタ、丼物、フレンチトーストなどなどスイーツ的なものも豊富でいろいろ魅力的なカフェですわ。これはデートにも女子会にもいいっしょ。ね。 2. Shoseien. こちらは1989年創業という老舗そば屋さん。お昼時ということもあり、次から次へとお客さんが後を絶ちません。お店の前になぜだかトゥクトゥクがあります。送迎車出前よ。トゥクトゥクでしょ。トゥクトゥクというと胎児にトゥクトゥクと直されちゃいます。へえ、そうなんだ。店員さんに聞いたらオーナーが車好きで買ったみたいなんですよ。昔は防犯パトロールとかで使ってたみたいなんだけど、今は動かないので飾りですねって笑ってた。あらま、そうなの。はい。創業以来庶民のための高級そば屋がモットー。道産そば粉を使ったお上品なさらしなそばがいただけます。なんでもオーナーは東屋聚楽で修行されたんですって。東屋聚楽って丸山の。そうそう。はい。今回はそば定食をいただきます。久しぶりのそばはいかがかな。っておにぎり定価でしょう。わんぱくさんも大満足ね。私は腹パン8切れんばかり。でもさらしなもやっぱりいいわね。細身でのど越しつるっと。そばつゆも甘すぎずでちょうどいい。しみる。おにぎりのご飯も美味しいし、セットものも充実してて人気なのも納得のお蕎麦屋さんね。めちゃめちゃ混んでるもんね。そうなの。食べ終わる頃にも4組くらい待ってたね。これは通っちゃう系お店だわさ。天丼そばはいくら。137円。安っ安い。間違えました。1375円だったかな。カツカレーある。ございません。カツ丼もカレー南蛮もあるのにございません。3. Humiichi Battella. Seizojo. これは熱田の道の駅アイロード2階のお店で時々いただく美味しいやつね。はい、数の子が挟まったニシンのバッテラが美味しいんです。ちょっと高くなっちゃったけどね。ね。道の駅ではハーフサイズってのがありましたが、こちらはレギュラーサイズのみ取り扱いですね。製造所ってことはここで作って熱田にも持っていくってことなのかな。かねえ。でもニシンのバッテラ美味しいよね。ね。ところでバッテラ博士、なんだい。バッテラの由来だったらポルトガル語の小舟っていう意味で。それは熱田の時に聞きました。あら、そう。はい。フミイチってのは何かのおまじないかなんかですか。あ、そっち。はい。そりゃあれだろ。北海道に日本海側札幌留萌間を走るオロロンライン国道231号線231フミイチってことじゃないかな。なるほど。4. Gone Burger. トンデンにあるホームセンタージョイフルAKのフードコートにやってまいりました。知りませんでしたね。ジョイフル AK の中にこんな立派なフードコートがあるなんて。そばの桜さんに吉山商店、ナルト、あとカッチョエイタリアンレストランまであるなんて。それもお盆の灯籠売り場の前にね。ちょっと違和感ね。インテリアもちょっとおしゃれな感じでいい感じの感じ。カウンター席にはコンセントに USB 充電ポートが完備。バーガーはどっ
か懐かしい感じの昭和っぽいバーガー。おいちゃんがバイトしてた喫茶店のバーガーの味がしたね。もうまた40年前の話。犬も OK という画期的なとんでもないフードコートがトンデにありました。とんでもないっすね。恥ずかしい。5. ニューヨー Shinkotoni, Ichi-no-yu. 新琴似にある一の湯さん。ここはほのかさん系列のこじんまり銭湯版って感じ。かつては札幌市内でも比較的空いている温浴施設だったんですが、最近は混雑がすごいエスカレートしてますね。だけど岩盤浴だったスペースも最近サウナに改装されて、かなり収容力のあるサウナキャパシティに変身。整い椅子も大量に増設されて、かなり快適に過ごすことができますね。サウナはドライで90度前後、水風呂は17、8度ってとこ。水風呂がちょっとぬるめなのが残念かな。はい。女湯はサウナも洗い場も少数派だけども、場所取りが後を絶たず悲しくなるよね。あら、マジで。まあ男湯にも多少はあるが、女湯の方がマナー悪いのかな。ねえ、考えられ。そういうとこやぞ、キムチ。気持ちいい。何が言ったんだろう。 6. Today's Katsu Curry. Curry no Misa Jr. 経験済みのお店ですが、原監督のご利用しもございまして、裁縫。はい、行ってきましたよ、監督。情報いつもありがとうございます。ありがとうございます。こちらのカレー、ルーは豚骨ベースのトロッとタイプ、ターメリックのいい香りとともに登場。辛口を注文しましたが、玉ねぎの甘みかな。いや、それ以上の甘みを感じるマイルドカレー。辛いは辛いんだけれども甘さが勝っちゃうので、激辛いった方が良かったかなと思いました。さすれば大好きな甘辛大阪バランスになりそうな。ね、そんなに甘い系？大阪インディアンほどではないが、それ未満の甘さっぷり。カツもさっくりボリュームたっぷり、辛さを足せる何かがあればいいのになというポテンシャルを秘めたカレー。次回は激辛いってみよう。あれ？いつもバッグにホットオイルと一味入ってんじゃん。おではね、皆さんも一味唐辛子持ち歩いてると便利ですよ。持ち歩きません、普通は。 7. Sandwich Cobo Sandoria. 札幌のソウルサンド、サンドリアさん。今や観光客も訪れる名物サンド屋さんね。なのになんと初めてのサンドリアでございます、メシタビーズ。っていうか、すんごい昔に食べたことあると思うんですけど、こんな人気店になってるとは知りませんでした。ねえ、来てみてびっくり。あら、並んでる。冷やし中華のサンドイッチって何ってポスターを見てびっくり。そうそう。チョコミントもあんのってね、舞い上がった土曜日の午後。なのにチョコミントは明日発売。しかも冷やし中華は本店限定ということでした。チン。いや、そんなことを知っちゃったら食べないわけにはいきませんからね。はい、ってことで翌日わざわざ本店へってね、練れたいものは全てゲット。若干塩気の強いパンに挟まれたいろんな味のサンドが全部美味しい、楽しいサンドだね。メロンが美味しかったね。私は冷やし中華が好き。パンの冷やし中華？パンの冷やし中華。本物より？いや、本物の方が好き。パンの耳がやばかったね。ねえ、そうそう。大量に積まれた大きい枕みたいなパンの耳が飛ぶように売れている。それもそのはず、なんと枕サイズのパンの耳が1袋50円だって。そりゃ安いね。買おうと思ったんだけど、いや、これ全部ラスクにしたらうまわそうっつったんだけど、食いすぎちゃうってことで我慢。でもいつかはやりたいね。ね。 8. Hippie Sapporo Tunden. 新琴に通り沿いの古い木造アパートをリフォームしたかわゆいカフェと古着屋さんのハイブリッドショップ。こういう古いものの有効利用系大好物のメシタビーズ。興味津々でやってまいりました。店員のレトリバーは愛想もあんまり良くないから兄さん一人で大変そうだ。キッチンは1階で客席は全部2階だからね。レトリバーいるの？いきなり吠えられて飛んだよ。吠えるレトリバー？珍しいね。昔から女子には惚れられるタイプ、犬には吠えられるタイプさ。言ってなさい、一緒。っていうか噛まれるタイプだったんだけど。でしょうね。
いや、大好物のガパオライスがあるっちゅうんでね、ガパオりました。アジアンカフェなわけではないのよね。そうなんだよね。ガーリックシュリンプやハンバーガー、ピザにパスタにガパオっていうラインナップなんで、セレクトフードカフェって感じかな。かわいいお店だね。ヒッピーズ札幌っちゅうくらいだから、マスターは多分ヒッピー上がり。旅の本とか並べてあったからさ、自由人っぽくてマスターに興味が湧きましたね。好きよね、そういう人。好き。いろんな話を聞いてみたくってね。確かに。いつかそういうインタビューの番組も作りたいって言ってるもんね、いつも。そうなんだ。チャンネル登録が10万人ぐらいになったら、ぜひ作ってみたいね。いいね。なるかな、10万人。ね。9. Centopelucento Tunden. 素晴らしいイタリアンレストランがジョイフル AK の中にございましてびっくり。ねえ、しかもデザピガルチューじゃないですか。そりゃあ見逃すわけには参りません。はい。ってことで、大好物のタリアテレとデザートピザをいただきます。トマトソースの南蛮パスタもピザもちゃんとのイタリアン。本格的。ね、結構しっかりめの生地が久々の感じ。ピザはあれもこれも食べてみたくなるイタリアンでした。ねえ、でも知らないお店の名前だよね。チェントペルチェントって聞いたことなかった。ねえ、調べたらなんとアークランドサービス系列のイタリアンなのでした。アークランドっていうことはカツヤ？マジで？ベストフィット USA。 違う。あ、びっくりだぜ。値段もカツヤ並みならいいのにね。ね。Jikano Meshitabiwa. Gachi de Mata Tabate. Sapporo Moriyama Kaiwai Death. O Tanoshimani. See you soon. 悲しいね。場所取りっていうのはどこの銭湯に行ってもね、場所取りはおやめくださいってさ、カランごとにこう貼ってあったりするじゃないか。ある。いや、こんなの必要かなって思うけど、普通のことでしょって思うけど、なくならない。なくならないの。特にさ、最近というか前からなんだけどさ、サウナ入るじゃん。でマイマット持ってくじゃん、うちらも。マイマット臭くなるけどね。おじさん臭くなるんですけど、マイマット持ってる常連さんのおばちゃんなんだけどさ、まあ何分か自分で決めて入るでしょ。で水風呂行く時にさ、一応自分のところはこう清潔にして出てくわけじゃん。だけどその常連のおばちゃんはもうサウナマットもそこに置きっぱなしで、ここは私の場所ですよって言わんばかりに、なんか当たり前に水風呂入ってくわけ。場所キープするってこと？場所キープ。サウナで？サウナ。しかも入り口からすぐのとこ。そこが日陰になるからキープしてるわけ。マジで？で普通入り口のすぐ座んねえじゃん。ちょっと隙間開け、もうなんか壁にぴったりで、しかもマット2枚使い。それを自分の座椅子みたいな感じで床と背中と置いたまま行くババがおるんですわ。もう考えられへん。何人？おやめなさいよ、恥ずかしい。いや本当にね、洗い場の場所取りもそうだけど、サウナの場所取りは本当勘弁してくださいと。いや、どの面下げてだよね、本当にね。なんかいない時にさ、背中用のだけさ蹴飛ばしてさ、なんかペコンって飛ばしてやろうかなとか一人でなんかジャイアンみたいなこと考えるんだけど。いや、それは呼び止めた方がいいよね。あ、忘れてますよっていうすっとボケ作戦で。今度そうしてみようかな。機会だな、のばば。稀に見る集体だね、そりゃね。でも結構サウナマット置いてく方多いのよ。それは日本中のサウナ入ってるけど、男風呂にはまずはないね。南郷の湯に昔一人いたけど。言っちゃった。ダメだよ。それ空気読めないにも程があるよね。いやこんなに札幌のサウナって混むのにさ、あ、そうだよ、この前もどこだ、玉浦か、玉浦だ、超混んでたの、暑い日で、でもう整い椅子が玉浦だから全然足りてないもうね、あれで椅子取りゲームみたいなさ、みんな露天風呂のヘリとか柱の陰とかにこう座っててさ、どっか椅子が空いたら取ってやれ状態でだよ、
ベンチのね、チェア、本来はそこに座りたくないんだみんな、はいはい、やっぱり一人掛けの整い椅子に座りたいんだけど、整いたいもんね、しょうがないからみんな結構ベンチに座ってたんだけど、ふっとサウナから出てきて気がついたらよ、ベンチが全部で3個ぐらいしかないんだけど、そのうちの2つに親父が寝っ転がってやがるんだよね。トドみてえなやつがおいと思って、こんなにみんな椅子取りで待ってんのにそれするかねと思って、そのできる神経はどっから来るんだよ。ボケてんのか、空気読めなさ半端ねえなこいつらと思って、すごいね。いやよっぽど注意しようかなと思ったけど、なんか言った後ってこっちが気持ち悪くて言いづらくなるのが分かるから、出来ならいいけどさ、そうなんだよね。そうなんだよ。なんかさとかって言われたりとかさ、何あの子って絶対なるし、常連同士でほれあの子来たよみたいな顔になるわけ。ムードが分かるね。だから店員に言ったんだけどね、いやこれこんなにみんなね座るとこないの、あれは注意した方がいいんじゃないのっつって、掃除のおばちゃんだからいやそんなこと言って俺私掃除してるだけだからさみたいに、いやだから偉い人にちょっと言っといてって、偉い人がどういう判断するかは知らんけど、みんな座れなくて困ってるよって。サウナマットは持って出てくださいって張り紙してくれませんかって聞いて、いやそんなことをさいちいち書かなきゃいけないのでも情けないよね。悲しいよね。空気の読める大人になりたいですね。もう大人やで今後もそういうの気をつけながら生きていきましょう。恥ずかしいな。そうはなりませんようにっつってね。まるちゃんよかったね、4打数4安打。ありがとうございます。新庄さん、まるちゃん頑張ってるんでよろしくお願いします。